つるくんです。今まで鉄火マンブレードのフィギュアを結構紹介してきたんですが、今回は鉄火マンブレードの前の作品ですね、宇宙の騎士鉄火マン、一番初期の鉄火マンですね。こちらの方のフィギュアが出ましたのでご紹介していきたいと思います。なかなか古い作品なので知っている方も少ないかもしれませんが、鉄火マンブレードはこれを元にして作られたっていうアニメですかね。今回、ロボドーさんからですね、こちら出てきた鉄火マンについては発売元の303の、アレンジ版ということで、昔の鉄火マンを知ってる方にとってはこんなんだっけっていうようなちょっとデザインになってるのが楽しみですね。箱の方はですね、宇宙の騎士鉄火マン、ブレードではなく鉄火マンですね。それから横の方はこんなシルエットが出てるような絵ですね。それから裏に関しては以前にですね、同じくロボドーさんの鉄火マンブレードを紹介した時にも、裏表紙の方にはボルテッカって書いてあったんですが、こちらの方もですね、ボルテッカって書いてありますね。最初の鉄火マンってこの額のところからですね、ボルテッカが出てくるっていう感じの設定になってるんですよね。上はこんな感じですね。下はこんな感じ。口の横はこんな感じですね。鉄火マンってこの赤、黄、青ですね。こういった配色がされていて結構派手なんですよね。箱の方は表紙が蓋になっていてマジックテープで固定がされていて、こんな感じですね。昔の鉄火マンも変身の時にはペガスを使用していて、ペガスの中で、テックセッターを行うという設定になっていました。ちょっとペガスを模したような箱になったんですかね。それからボルテッカですね。ちょっと特徴的なこのボルテッカのマークですね。これがぐるぐるぐるって回りながら発射されるっていう感じでしたね。結構懐かしく思ってる人も多いんじゃないですかね。では早速開封の方をしてみたいと思います。それではオープン。鉄火マンブレードもそうなんですが、昔から鉄火マンってシンプルな装備で、ランサーの方ですね、テックランサーとテックワイヤーで、昔の鉄火マンはシールドを持ってなかったんですね。だから鉄火マンブレードよりさらにシンプルな構成になってる感じですね。それではブリスターオープン。意外と大きさがあるみたいですね。表面はビニールで保護されています。思ってたよりは軽いイメージがありますね。 YouTube で鉄火マンのアニメをご覧になった方って結構いらっしゃると思うんですが、かなりアニメと違ってるっていう感じですね。今回303の、アレンジバージョンということで、かなりアニメ版とは変わっている感じですね。ディティールが、かなり追加されていて、結構複雑な形をしている感じですね。裏はこんな感じ。赤、黄、青の、こういった配色に関してはオリジナルで使ってた赤、黄、青ですね。こういったものは残しつつですね、独自にアレンジをしているという感じですね。もともと鉄火マンって鎧を着ていたようなデザインなんですけど、かなり独特のアレンジを加えて、現代版鉄火マンっていう感じにアレンジされてるみたいですね。こちらフィギュアの方細かく見ていきたいと思います。外装の方は基本的にプラスチックで、一部関節ですね、肘とか膝の裏とかですね、こういったところに金属が使用されています。重さはそこそこあるといった感じですかね。大きさに関しては、約20センチぐらいの大きさがあります。
表はこんな感じで、裏はこんな感じ。基本的には塗装がですね施されています。また一部とんがったところがあるんで、若干いじる時には注意が必要かなっていう気がしますね。ちょっと持っててたまにチクチク刺さるっていうところがありますね。あと彩色に関しては、ほぼ原作通りといった感じですかね。ただ気になったのがこの指の先ですよね。原作だとこの指の部分が白なんですが、このフィギュアだと手首全体が赤になっちゃってますね。あともちろんディティール自体は全然、原作とは違っていて、かなり凹凸のあるですね複雑なディティールにアレンジされています。ただ大まかなデザイン自体は踏襲されてるっていう感じですかね。こういったムチとかランサーですね、こういったところも再現されていますし、あと顔が結構原作だと卵型だったりするんですけど、こういったところは逆卵型になってる、現代風に少しアレンジしてるっていう感じですかね。額のボルテックがちょっと飛び出てるようなデザインになってて、あれヘルメットにヘッドライトついてるのみたいな、ちょっとこれのデザインはどうかなとも思いますけどね。あとはもうこの赤、黄、青といった配色の方ですね。これは原作通りなんで、今の感覚から言うとちょっと古めの配色っていった感じですかね。なかなか今時こういった配色はしないかなという感じはあります。鉄火マン自体のフィギュアってそれほど出てきてないような気がするんですが、かなり現代風にアレンジされていて、以前インフィニティフォースですか、あれで一度デザインがリニューアルされてるんですが、あれに近いようなフォルムじゃないかなと思います。また原作の方は結構丸みのあるデザインなんですが、かなりですねもう角張ったデザインになってるという感じですね。原作の方は西洋の鎧の甲冑を模したようなデザインだったんですが、これはどちらかっていうとロボットに近いようなデザインになってる感じですね。それでは可動の方を見ていきたいと思います。まず頭部の方なんですが、こちらが前後動して、首の方が二重関節になってますんで、そこそこ動くかなといった感じですね。さすがに真上を向くというのは難しいでしょうけど、結構上を向かせることができる感じですね。下の方はこのぐらいですね。下の方がより深く動かせるっていう感じですね。当然首の方も左右への回転が可能になっています。ボールジョイントなのでこういった左右へのですね傾きも再現できます。それから肩の方ですね。肩の方はこのアーマー部分が独立して、こんな感じで動くんですが、あとはこの肩の付け根の方ですね。こちらの方が当然上に上がるようになっていて、結構ですね、あとこの肩の根元の方ですね、これがやはり稼働するようになっていて、ちょっと二重関節っぽくなってます。結構上の方まで腕を上げることが可能になってます。この部分が独立して動くようになってるんですね。でこの部分は前後動もするようになっています。こんな感じですね。前に腕を振った時にも隙間が見えないようになってます。当然腕の方は360度回すことが可能になっています。それから肘の方ですね。これは二重関節になってますんで、結構ですねアーマーに近い位置まで曲げることが可能になっています。肩の付け根のところに回転軸があります。ここなんかねアーマーが
こう二重になってるんですね。で隙間が見えないようになってたり、結構細かい配慮がされてますね。それから手首の方はボールジョイントかな。まあそこそこ動くような形ですかね。それから胸の方ですね。胸の方は前後動ですね。胸と腰の部分で、ジョイントがありますんで、二重関節みたいな感じですね。こんな感じで上体を反らしたりかがんでみたりとかですね、結構よく動くようになってます。胸の部分でひねることが可能になっています。腰の部分も若干丸いような気がしますが、ほとんど動かないといった感じですかね。左右へも可動することが可能になっています。それから股関節の方は、前に普通に動かせるんですが、面白いのがこのスイング機能があってですね、若干こう下にずらせるような感じですね。だから前の方も結構上がるっていう感じですね。ただしこの腰のベルトがですね、ちょっとこう可動になってるんですが外れやすいから、可動自体はそれほど広くないんで、結構無理やり上げるとこんな感じでベルトが外れてしまうことがあります。太ももの付け根には回転軸があって足をひねることが可能になってます。それから膝の方はこちらも二重関節になっていて、なおかつですね、これのアーマーが連動しますんで、かなりこう可動範囲が広くなってますね。曲げた時にこうなるべく不自然さがないようにアーマーがこう露出するような形になっています。可動という意味ではかなり広範囲に可動するという感じですね。足首の方の前後動、このアーマーが動いたのが分かると思うんですが、台から前にやるとアーマーが上がると。で可動範囲を広げています。前の方向はこのぐらい、後ろ方向はそれほど曲がらない感じですかね。この両サイドのアーマーもこちらとこちらのアーマーですね、これも可動するようになってます。つま先の方は独立して動くようになっています。それからかかとのこのノコギリみたいなやつですね、これも上下動するようになっています。なおかつこれが回転するようになっています。なんか西部劇でよく見るような感じですが、これでかかと落としするんですかね。で当然足首の方は左右への振りが可能になっています。それから回転の方ですね、こちらの方も可能になっているので、かなり設置性がいいという感じですね。あと腰のこの、こっちがムチでこっちがランサーかな、この付け根の部分の部品が稼働するようになっています。稼働範囲はかなりですね、確保されてるかなっていう感じですね。なかなかこう昔のテッカマンを知っている人は、若干こうテッカマンっぽくないっていう人もいるかもしれませんし、リニューアルという意味では、インフィニティフォースですね、ああいったものを見てる方にとっては、意外とイメージとしては近いんじゃないかなという感じになってると思います。最初にネットのショップで商品が出た時になかなかデザイン的には微妙かなと思ったところもあるんですが、実際手に取ってこう見てみるとですね、それほど違和感がないっていうかな、慣れればテッカマンだなっていう感じですよね。で、かっこいいかどうかっていうのはもちろん個人の判断によるんですけど、こうやっていじってると、だんだんこうかっこよく見えてくるという感じはしますね。決して出来の良くないフィギュアということはないと思います。デザインの好き嫌いはあるけれど、よくできたフィギュアだとは思います。装備としてはこちらのランサーの方ですね。こちらのランサーの方と
とマニュアルにはテックウィンって書いてありますね。ワイヤーとは書いてないんですが、こちらの、要はムチですね。これ針金でこう曲がるようになってるんですが、こちらの方が付属しています。針金の方は結構ね、硬めですね。これあんまりやってると折れちゃうかもしれません。結構硬めの針金が入ってますね。それから手首の方はですね、こちらの握り手の方ですね。これが左右1個ずつですね。それから開き手の方ですね。こちらの方がやはり左右1個ずつ付属しています。で、こちらの握り手の方にはですね、さっきのランサーの方ですね。こちらの方を外して、こんな感じで手首にはめることが可能になっていて、フィギュアに持たせることができます。ムチの方もですね、こっちに持たせて、フィギュアに取り付けることが可能になっています。装備自体はそれほど数がないんですが、これはテッカマンの特徴という感じなので、必要十分かなという気がします。あとは以前紹介したテッカマンブレードのフィギュアですね。そちらと同様にですね、こちらのフィギュアの目を光らせることができます。頭部の電池の入れ方なんですが、こちらまず頭部のカバーを外して、グレーのパーツがネジ止めされてますんで、これをネジ外して、取ります。そうすると電池のボックスが見えてきますので、こちらの AG1 っていうボタン電池ですかね、こちらの方を2つですね、こちらの電池ボックスに入れるような形になります。こっちの丸い方ですね、丸い方を前にして、電池を2つ入れて、でこの額の部分がスイッチになってますんで、額の部分を押すと、目が光ったのが分かると思います。この額のところがボルテッカーになってるんですが、よーく見るとボルテッカーのところも光ってるのが分かると思います。やっぱりこう電飾してくれると遊びの幅が広がって、かなり嬉しいですよね。ぜひ日本製のフィギュアもですね、このぐらいはやってほしいな。もちろん金額は上がってしまうんですけど、やっぱりさすがに自分で電飾するのって難しいから、こういう遊びっていうのはぜひやってほしいですよね。よいしょ。ちょっとこう押しにくくはあるんですが、こんな感じですね。やっぱね、フィギュアの目が光るっていうのはね、すごく雰囲気が出てね、個人的には大好きなんですよ。やっぱテッカマンはこうじゃなきゃっていう感じしますよね。今回303から発売された、初期の方のテッカマンですね、フィギュアの方なんですが、結構デザイン的には好き嫌いあるような気がしますが、決して悪い出来ではなく、個人的にはかなりかっこいい出来かなというふうに思っています。こういう大胆なアレンジのフィギュアっていうのもあっていいかなというふうには思います。では次回の動画でまたお会いしましょう。